この2枚のシャツ、一見したところ同じように見えますが、実は結構違いがありました。皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画では、先日購入したユニクロの2021年秋冬バージョンのエクストラファインコットンブロードスタンドカラーシャツ長袖を2021年春夏バージョンとの比較とともに細かく紹介します。このアイテムが気になっている方の参考になれば大変嬉しいです。私がこのエクストラファインコットンブロードスタンドカラーシャツ長袖を着用し始めたのは2021年の5月です。それ以来外出する時のトップスは常にこのシャツを着用してきました。非常に満足度が高いシャツなので秋冬シーズンも継続して着用していきたいと考えていたところに、ちょうど秋冬シーズンバージョンの同じ製品が発売されていたので早速1枚購入してきました。向かって右側が新たに購入した秋冬バージョンで、左側が5月に購入して以来着用してきた春夏バージョンです。春夏バージョン、秋冬バージョンとは言っても製品としてシーズン性のあるものではないので、あくまで継続品という位置づけの商品です。継続品とは言っても全く同じというわけではなく、細かいところで変更ポイントがありましたので具体的に見ていきましょう。まずは素材です。一見全く同じ素材に見えますが、こうして触り比べてみると明らかに違いを感じることができます。春夏バージョンの生地よりも秋冬バージョンの生地の方が柔らかく感じます。春夏バージョンの方が比較的固めでパリッとした印象です。生地の厚さも春夏バージョンの方が少し厚く感じます。比較的カジュアルな印象が強い素材感です。どちらの方がいいのかは好みが分かれるところではありますが、私としてはきれいめな合わせ方でこのシャツを着ていきたいので、少し生地が柔らかくドレスシャツ寄りになっている秋冬バージョンの方が好みです。手で持ってみた重さの感覚も違ったので、重量も比較してみました。結果は同じ XL サイズで 12g 秋冬バージョンの方が軽かったです。次はディテールを見ていきましょう。まずは襟です。襟のデザイン自体は特に変わっていないように見えますが、こうして寸法を計測してみると少し違いがありました。襟の後ろ中心での高さはどちらも 2.7 センチ程度です。しかし襟の前中心を比較してみると違いがありました。春夏シーズンの製品では襟の前中心の高さは 2.5 センチで、後ろ中心の高さとほぼ違いがありません。これに対して秋冬シーズンの製品の前中心での襟の高さは2センチで、後ろ中心の襟の高さに比べて低くなっています。その差はたったの5ミリではありますが、襟がデザインの主役ともいえるこのようなシャツの場合には大きな違いであると私は思います。私の感想としては少しシャープで洗練された印象になっていて好印象です。また後ほど触れますが、首周りの寸法は秋冬シーズンの製品の方が少し大きくなっています。次は前立てを確認します。前立ての構造自体は特に変化はありませんが、見た目の変化としては秋冬シーズンの製品においては前端に貫通ステッチが見えるようになっています。貫通してステッチを入れた方が前端の三つ折り部分は安定しやすいので、私は秋冬シーズンの製品の方が好みです。前立ての作りとは直接関係はありませんが、この部分でもう一点違いがありました。それは第2ボタンの位置です。春夏シーズンの製品では襟の付け位置から第2ボタンまでの距離は約7センチであるのに対して、秋冬シーズンの製品ではその距離は約 5.8 センチでした。この距離は短い方が第1ボタンを外した時にだらしなく見えにくいので、私としては秋冬バージョンの方が好みです。次はアームホールを確認します。春夏シーズンの製品のアームホールの袖付け部分のステッチ幅は1センチです。秋冬シーズンの製品でのその幅は 0.8 センチです。結果として秋冬シーズンの製品の方が少し繊細な雰囲気になっていると思います。続いて脇から袖下へと続く縫い目を確認します。細かいことではありますが、ここにも違いがありました。春夏シーズンの製品ではこ
ここの縫い目はダブルステッチで縫われています。縫い目に2本のステッチが入っていることが確認できます。これに対して秋冬シーズンの製品では押さえステッチは1本のみです。やはりステッチの数が増えれば増えるほどよりカジュアルな印象が強くなります。こうしてディテールを比較してみると秋冬シーズンの製品の方がよりきれいめでドレス寄りな仕上がりになっているということがわかります。カフスやケンボロについては特に違いは見られませんでした。背中の作りもどちらも同じで両サイドにタックが入っています。こうして素材から始まっていくつかディテールを確認してきましたが、私としては素材といいディテールといい秋冬シーズンの製品の方が好みなので、今回のマイナーチェンジは喜ばしい変化でした。次は寸法の情報とともに実際に着用している状態を確認します。まずはこれまで着用してきた春夏シーズンの製品を着ています。参考までに私の体型は身長180センチ、体重65キロです。XL サイズを着ています。実際に計測した寸法はこのようになっています。後ほど秋冬シーズンの製品と比較します。合わせているパンツは以前動画で紹介したコムデギャルソンオムドゥのテーパードパンツです。色はネイビーでサイズは M です。スニーカーはニューバランスの M1400JGY 28センチを履いています。このシャツに出会った今年の5月からは外出する時のトップスとしてはこればかりを着てきました。同じものを3枚購入してローテーションで着てきました。5月から8月までの丸4ヶ月間をこのシャツを着て過ごしてきましたが、実用品としてもファッションアイテムとしても非常に満足度が高かったです。洗濯を繰り返しても特に縮みが大きく発生することはなく、 T シャツのように襟が伸びてしまうということもありません。長袖なので真夏には暑いのではないかという懸念はありましたが、ややゆったりめのシルエットで風通しがいいので袖をまくってしまえば真夏でも特に大きな不快感を感じずに過ごすことができました。これだけ気に入っているシャツなので当然秋冬シーズンになっても引き続き着ていきたいと考えていました。そんな中9月になり同じ製品の秋冬シーズンバージョンが発売されていたので、それをまずは1枚購入しました。次はその秋冬シーズンの製品を着てみます。今ご覧になっている春夏シーズンの製品との違いに注目して見ていきましょう。シャツを秋冬シーズンの製品に変えました。先ほどと同じく色はホワイトでサイズは XL です。製品を購入した後一度洗濯をして自然乾燥後にスチームを当てました。製品の寸法を計測した結果はこのようになっています。先ほどの春夏シーズンの製品と比較してみると着丈で2センチ短く首周りで2センチ大きくなっています。その他の箇所はほぼ同じサイズスペックです。こうして並べて比較してみると襟の存在感が若干コンパクトになっていることと着丈が少し短くなり春夏シーズンの製品に比べて少しすっきりした印象になっていることがわかります。こうして並べて比較してみないとわからない程度の差ではありますが、それでもやはり違いを感じます。また体感として感じたのは素材感の違いです。秋冬シーズンの製品の方が明らかに柔らかい質感なので着用していて疲れにくいという印象です。また素材が少し柔らかくなっている影響でシルエットの出方や動いた時の生地の揺れ方も柔らかくなっているように感じます。全体的に見て春夏シーズンの製品よりも秋冬シーズンの製品の方が私自身の好みに合っていました。今後はタイミングを見てあと2枚秋冬シーズンの製品を買い足して3枚ローテーションにしようと考えています。ではこれまで着ていた春夏シーズンの製品をどうするのかといえば、ハサミで適当な大きさにカットをして掃除用の古切れとして活用します。このようにシーズンごとに衣服を入れ替えていけばクローゼットに着なくなった衣服が溜まっていくということを避けることができます。またこのような方法でアイテムを入れ替えていけば新しい季節を新鮮な気持ちで迎えることができます。これから秋冬シーズンを迎えるにあたってこのシャツとパンツをベースにどのようなコーディネートを組み立てていくのか自分でも楽しみにしています。
今回の動画がこのシャツが気になっているという方の参考になれば大変嬉しいです。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。